あなたもちょっと想像してみてください。第二次世界大戦の最中ですね、2人の若きユダヤ系知識人がナチスのホロコーストという、巨大な死の機会から生き延びたわけです。そうですね。非常に過酷な体験です。はい。で、彼らは戦後、この破滅的な暴力を生み出した西洋哲学というシステムそのものを解体するぞと、そう誓うんです。でも、彼らは肩を組んで共に戦うどころか、互いの思想をめぐって、ものすごく激しい知的闘争を繰り広げることになるんですよね。そうなんですよ。味方同士のはずなのに激しくぶつかり合うんです。というわけで、空中哲学チャンネルへようこそ。今日は2人のフランスの哲学者、レヴィナスとデリダについて探求します。彼らがお互いの視点を肯定し合うとき、彼ら自身の思想もまたより広い意味を獲得していく様子を見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。今回の探求はですね、いつもとはちょっと違う特別なアプローチを取ります。あなたもよく知るこの難解なポスト構造主義のドラマをですね、論文脱中心化知識論の著者チームを代表する専門家をお招きしてお話を伺っていきます。お招きいただきありがとうございます。本日は私たち研究チームが提唱している、全体の哲学、あるいは脱中心化知識論というですね、そういうレンズを通して、この2人の巨人の軌跡を読み直していきたいと思っています。全体の哲学ですね。彼らの思想は、パッと見ると激しく衝突しているように見えるじゃないですか。はい。水と油みたいな印象があります。でも私たちのフレームワークを通すことでこれがですね驚くほど精密な時計の歯車のようにカチッと噛み合って互いの限界を広げ合う関係だということが、見えてくるんですよ。それはすごく面白そうですね。これを聞いているあなたもですね、哲学の歴史において最もスリリングな論争の一つに立ち会うことになります。まずはですね、2人が対立する前の共通の敵について確認させてください。はい、共通の敵ですね。彼らは共に西洋哲学の全体性、トータリティというものと戦っていたわけですよね。でもそのプラトンから続く西洋哲学の探求がなぜホロコーストのような暴力に直結するんだと彼らは考えたんでしょうか。なんかメカニズムとして少し飛躍があるようにも感じるんですが。なるほど。そこがまさに核心なんですよ。西洋哲学って伝統的に存在論、つまりこれは何であるかっていうのを特定して理解しようとする衝動をベースにしているんですね。はい、理解しようとする衝動ですか。そうなんです。私たちが何かを理解するときって、実は無意識のうちに未知の異質なものを、自分がすでに知っている概念の枠組みの中にですね、無理やり引きずり込んで同化させているんです。ちょっと待ってください。つまり理解するという行為自体がその相手の独自性を削り落として自分の消化システムで食べてしまうようなものだということですか。まさにその通りです。素晴らしい例えですね。私たちはこれを全体性の暴力と呼んでいるんです。理解することが暴力にもあると。個々の人間のその予測不可能性とか圧倒的な他者性をですね、ユダヤ人とかあるいは労働力、歴史の進歩の歯車といった普遍的な概念に還元してしまうわけです。なるほど。そこで個人の顔が見えなくなってしまうわけですね。はい。だからホロコーストの強制収容所っていうのはなんか狂信的な悪魔が作ったというよりはこの全体化して分類して管理するというですね西洋的理性の暴走が極限まで行き着いた極めてシステム的な結果だったと彼らは見抜いたんですよ。なるほど。理解という名のもとに他者を自分のシステムに吸収してしまう。それが全体性なんですね。つまり彼らは同じ次元爆弾を解体しようとしていたということですよね。そうです。まさに同じ爆弾です。ただ切るべき導火線の色が違うと考えていたみたいな感じでしょうか。ではその解体方法において2人はどう違ったんでしょうか。そうですね。まずレヴィナスのアプローチなんですが、彼は倫理学を第一哲学とするというものでした。倫理学ですか。はい。彼は存在の探求よりも先に他者の顔、面容とも言いますが、そこから出発しなければならないと主張したんです。顔ですか。でもそれは物理的な目とか鼻の配置の話ではないですよね。もちろん物理的な顔の形ではありません。他者が私の前に現れた時、その存在っていうのは私のシステムに決して収まりきらない絶対的な異質さと、それから傷つきやすい脆弱性を持っているんです。脆くて弱い存在として目の前に現れると。そうなんです。でも同時にですね、その他者は高みから私を殺してはならないという絶対的な倫理的命令を下してくるんですよ。
殺してはならないという命令ですか？ええ。だからレヴィナスは私たちが理性で世界を分析するよりも前にですね、まず目の前の他者に対する無限の責任が暴力的に降ってくるんだと考えたんです。ああ、なるほど。つまり相手を理解するなんていう知的なゲームをのんびり始める前に、目の前で苦しんでいるあなたの存在そのものが私の自己中心的なシステムをぶっ壊してくるんだということですね。まさにそういうことです。システムの外からの破壊ですね。じゃあ、デリダはどうですか？彼は倫理ではなくて、なんか言葉の構造からアプローチしましたよね。はい、そうです。デリダのアプローチはご存知の通り脱構築というものです。彼は言語やロゴス中心主義という西洋哲学の根幹からシステムを内破しようとしました。内側から壊すと。ええ、デリダはですね、言語において意味というものは決して今ここに括弧として存在するものではないと考えたんです。意味は常に他の言葉との差異によって生み出されて、無限にずれて遅延していく。これが有名な左延のメカニズムです。その左延、つまり意味が遅れてやってくるっていうメカニズムがどうにも直感的に分かりにくいんですが、例えばですね、私がリンゴといえば、リンゴの意味はそこに確定していませんか？なるほど。じゃあ、辞書でリンゴを引いてみてください。バラ科の落葉たがきとか書いてありますね。はい。じゃあ今度はそのバラ科を引いてみてください。そして高木を引いてみてください。ああ、また別の小玉が出てきますね。それをまた引いて、と。そうなんです。言葉の意味っていうのは常に他の言葉への参照ポイントのネットワークに過ぎないんですよ。だから究極のリンゴそのものの絶対的な意味には永遠にたどり着かないんです。なるほど。意味は常に保留されて、ネットワークの中を先送り、つまり遅延されていくわけですね。ええ、まさにそれです。デリダはこの中心の不在を暴き出すことで、いかなる思想とか権力もこれが絶対的真理だと固定化できないことを証明したんです。面白いですね。辞書の中を無限にバウンドし続けるだけで決して着地できない。だからこそ、システムは常に未完成であかられていなければならない、と。はい、その通りです。でもちょっと待ってください。レヴィナスは無限の責任でシステムを外部から打ち破ろうとして、デリダは左延によってシステムを内部から揺さぶろうとしたわけですよね。ええ、そうですね。どちらも全体性の解体を目指しているなら、彼らってすごく強力な同盟軍になれたはずじゃないですか。なぜ生前にあそこまで激しく衝突したんですか？同士討ちみたいに聞こえますけど。そこですよね。最初の決定的な衝突はですね、1964年にデリダが発表した暴力と刑事上学という論文なんです。はい、有名な論文ですね。ここでデリダはレヴィナスの思想が抱える構造的な矛盾を本当に鋭くついたんです。レヴィナスは存在というシステムから脱却して絶対的な他者を語ろうとしましたよね。ええ、顔の倫理ですね。でも、デリダはこう指摘するんです。レヴィナス、あなたが他者について本を書き、哲学的な議論をしている以上、結局はであるというような西洋哲学の概念や言葉のシステムを使わざるを得ないじゃないかと。ああ、それってつまり支配者の家を壊すと言いながら、ちゃっかり支配者の工具を使っているじゃないかという批判ですね。まさにその通りです。言語という同一性のシステムを背景にしなければ、そもそも他者とか差異について語ることすら不可能なんだと。なるほど。言葉にしている時点でシステムの中に取り込まれていると。ええ、完全にシステムの外側に立つ絶対的な他者なんて語り得ないんですよ。だから、レヴィナスが無理にそれを語ろうとすることは、結局のところ古い概念の暴力に逆戻りしているだけだとデリダは論破しようとしたんです。それは痛烈ですね。完全に急所を突かれている気がします。レヴィナスはどうやってこの批判を生き延びたんですか？レヴィナスもですね、深く応答したんですよ。彼は逆にデリダの全てはテキストであり、意味は無限に遅延するというアプローチの危険性を指摘したんです。危険性ですか？ええ、レヴィナスはこう問い返します。もし世界が全て言葉のネットワークの遊びで、意味や決定が常に先送りされるのだとしたら、今まさに目の前で血を流して助けを求めている生身の他者への責任はどうなるのかと。なるほど。意味は遅れてやってくるなんて優雅に辞書を引いている間に目の前の人は死んでしまうぞということですね。まさにそれです。他者の苦痛や倫理的な声っていうのは、
意味の遅延や保留なんて絶対に許さない圧倒的に切迫したものなんですよ。確かに。待ったなしですね。そこでレヴィナスは言葉のメカニズムを2つに分解したんです。一つは固定化されたテキストとしての言われたこと、書説とも言いますが、そしてもう一つが今まさに他者に向かって語りかけ、自分を危険にさらす動的な行為である言うこと、言説。ちょっと待ってください。その違いをもう少しクリアにしたいんですが、例えば、言われたことがきれいに印刷されたクラシックの楽譜だとしたら、言うことは今夜のステージで汗を流しながら観客に向けて即興で演奏しているライブのジャズパフォーマンスみたいなものでしょうか。それは完璧な比喩ですね。まさにその通りです。おー、よかったです。デリダが批判して解体しようとしたのは、固定化された楽譜、つまり言われたことの限界なんですよ。確かに楽譜だけを見れば、そこには既存のシステムしかありません。五線譜のルールに縛られていますもんね。でもレヴィナスは、倫理の核心は楽譜の音符にあるんじゃなくて、他者に向けて音を奏でるライブパフォーマンスの身振りそのもの、つまり言うことにあるんだと反論してたんです。なるほど。行為そのものが重要なんだと。はい。たとえ使う楽器や言語が西洋哲学のものであっても、他者に向けて語りかけるその切実な行為において、私たちはシステムの外へと向かっているんだと主張したんです。うわー、すごい知的格闘技ですね。しかしこれを聞いているあなたも感じていると思いますが、これ完全に平行線ですよね。そう見えますよね。一方は言語のシステムからは絶対に逃れられないといい、もう一方はそれでも現実の倫理的責任の切迫感から逃げてはいけないという。ここでようやく今日のハイライトです。論文の著者である皆さんは、この交わらない二人の思想をどうやって融合させたんでしょうか。はい。私たちはですね、この対立を解き明かすために、東洋の加減哲学における対、相、陽という3つの動的なフレームワークを導入したんです。ちょっと待ってください。古代東洋の仏教哲学のフレームワークを使って20世紀フランスのポスト構造主義の論争を解決するんですか？はい、そうなんです。それはかなりアクロバティックな飛躍に聞こえますが、メカニズムとしてどう噛み合うんですか？一見すると飛躍に見えるかもしれますが、これが驚くほど精密に機能するんですよ。まず概念を整理しましょうか。お願いします。対というのは、目に見えない根本的な基盤や潜在性のことです。次に愛というのは、私たちが世界を認識したり、他者とコミュニケーションを取ったりするための言語やシステムといった媒体ですね。対がベースで、愛がシステム。はい。そして陽というのは、それが現実世界でどう機能するかという実践や倫理のことです。なるほど。実践が陽ですね。ここで重要なのは、これらはピラミッドのような階層ではなくて、常に循環して互いを生み出し合う動的なエンジンだということなんです。対、愛、陽がぐるぐる回っているエンジンと、これをデリダとレヴィナスにどうマッピングするんですか？まず、デリダの設計を見てみましょう。彼はどこからこのシステムを回し始めたか。彼はテキストや言語の解体、つまり愛、システムへの介入を入り口としましたよね。言葉の解体から入りましたね。彼は既存の硬直した境界を壊すことで最終的に何を目指したのか。実は彼の後期の思想って絶対的な他者に対する無条件の歓待とか正義という陽、つまり倫理的実践に向かっているんです。なるほど。後期デリダは倫理に向かっていきましたもんね。そしてその根底、つまり対には特定の形を持たず常に未来に向かって開かれているサイエンという潜在的な基盤があるんです。つまりデリダは愛である言語システムをハッキングすることで、結果的に他者への正義という陽を導き出そうとしたわけですね。そういうことです。じゃあレヴィナスはどうですか？レヴィナスは倫理から入りましたよね。彼はデリダとは逆の入り口からこのエンジンを回したんです。彼は他者への絶対的責任という陽、倫理的実践を入り口としました。陽からスタートしたと。はい。そして西洋哲学の全体性という古いシステムを壊すことで、言うことと言われたことという新たな言葉のメカニズム、つまり愛を再構築したんです。新しいシステムを作り直したんですね。そして彼の根底、対には人間の認識能力を超えた無限という絶対的な基盤があるんです。なるほど。そういうことか。彼らは敵対していたんじゃなくて、全く同じ全体の哲学のエンジンを、デリダはシステム側、つまり愛から、レヴィナスは実践側、つまり陽から回し始めただけだったと。私たちの結論はまさにそれなんです。
彼らは矛盾しているのではなくて、互いの視点を通すことで、初めてその思想の視覚を補い合って完成するんですよ。視覚を補い合うですか？ええ、考えてみてください。もしレヴィナスがいなければ、デリダの無限の脱構築は結局何も決定できないという虚無主義や単なる言葉遊びに陥る危険がありました。確かに解体し続けるだけになっちゃいますね。はい。だからレヴィナスはデリダの思想に目の前で流れる知恵の責任という絶対的な倫理的重力を与えたんです。倫理のアンカー、つまり明かりを下ろしたわけですね。じゃあ逆にデリダがレヴィナスに与えたものは何だったんですか？それはですね、精密な媒体への警戒と技術です。精密な媒体への警戒。ええ。どれほど崇高な他者への責任をかからってもですね、それを現実の社会、つまり法律とか政治、制度といった形で機能させるには、必ず愛、言語やシステムを使わなければなりませんよね。確かにシステムなしでは社会は回りませんからね。そうなんです。デリダの厳しい批判があったからこそ、レヴィナスは自らの言語論を洗練させて、単なる道徳的なお説教ではなくて、現実に機能する哲学へと昇華させることができたんですよ。見事ですね。レヴィナスが向かうべき目的地の座標、つまり倫理を与えて、デリダがそこへ到達するためのナビゲーションシステム、つまり脱構築を与えたと。ええ、本当にそんな感じです。東洋の対、宋、洋というフレームワークを通すことで、2人のフランス人が実は完全な補完関係にあったことが、これほど鮮やかに証明されるとは思いませんでした。はい。互いの異なるアプローチを否定するんじゃなくて、むしろその他者性、違いを受け入れることで、彼ら自身の思想もまた、より広く深い全体の哲学へと拡張されていったんです。さて、ここまで非常にスリリングな思想のドラマを追ってきましたが、これを聞いているあなたの日常にどう接続できるかを最後に考えたいと思います。そうですね。そこが一番重要かもしれません。私たちは戦後の哲学者ではありませんよね。でも、この脱中心化とか全体の哲学っていうのは、現代を生きる私たちの仕事や人間関係においてどう実践的に機能するんでしょうか？実のところですね、現代社会はレヴィナスやデリダが危惧した全体性の暴力に満ちているんですよ。今でも？例えばSNS のキャンセルカルチャーとか、アルゴリズムによるフィルターバブルとかですね。ああ、なるほど。私たちは日々自分と違う意見を持つ人とか、理解できない他者に出会った時に、レッテルを貼って、あの人はこういう属性の人ね、と自分の枠組みの中に押し込めて安心しようとしますよね。ああ、無意識にやっちゃってますね。それがまさに日常的なスケールでの理解という名の暴力、つまり消化なんですね。そうなんです。私たちが提案する脱中心化の知識論を日常で実践するっていうのはですね、自分が絶対的な中心ではないと気づいて、この対、宋、洋のエンジンを自分の中で回し続けることなんです。具体的にはどう回せばいいんでしょうか？まず、自分が当たり前だと思っている偏見や前提、つまり宋を常に疑って解体してみる。これがデリダ的なアプローチですね。自分の辞書を疑うわけですね。はい。でも同時に、だから何も信じられないと霊障主義に陥るんじゃなくて、目の前にいるどうしても理解しがたい他者に対して、それでも責任を引き受けて応答し続ける。つまり陽ですね。これがレヴィナス的なアプローチです。自分の思い込みのシステムを壊し続けながら、それでも目の前の相手への責任からは決して降りない。いやー、これは非常にタフな生き方ですけど、私たちがこの分断された世界で他者と共存するための最も誠実で具体的な戦略ですね。私たちもそう信じています。今日、私たちは歴史的なトラウマから生まれた2つの哲学が激しい衝突を経てどのように一つのダイナミックな全体の哲学として融合したのかを見てきました。専門家の方、本日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後に、これを聞いているあなたに一つ挑発的な思考を投げかけたいと思います。私たちの日常における最大の倫理的な失敗はジャークナイトから生まれるのではありません。それは単に目の前にいる複雑で雄奔な他者を自分の都合のように分かりやすく分類したいというごく普通の平凡な欲望から始まっているのかもしれません。あなたが明日出会う他者はあなたのどんな枠組みを壊してくれるでしょうか。お聞きいただきありがとうございました。この記事が皆さんのお役に立ちインスピレーションを与えるものとなることを願っています。それではまた次回お会いしましょう。